私たちが毎日食事をしてエネルギーを得て活動する、当たり前のことですよね。でもその全てのプロセスは実は体内で起こるもう無数の化学反応によって支えられてるんです。今回はその生命の設計図ともいえるある驚くべきデータベースの秘密に一緒に迫っていきましょう。さて、まずはいくつかの謎解きから始めてみましょうか。一見するともう全くバラバラに見えるこれらの謎が、実はある一つの生命の仕組みでつながってるんですよ。この古代の美容法、これ実はある特定の植物が持ってる科学的な性質とものすごく深く結びついてるんです。一体どういうことなんでしょうね。いや、面白いですよね。全く違う2つの風味の間にまさか共通の代謝経路、つまり体の中での化学反応のルートが存在するなんて、ちょっと驚きじゃないですか？こういった謎って歴史とか文化、そして生物学が複雑に絡み合ってるんですよね。これを一つ一つ解き明かしていくには、生命の化学反応を全部網羅した信頼できる羅針盤みたいなものが必要になるんです。そうなんです。先ほどの謎を解く鍵は全てこの代謝に隠されてたんです。そしてその膨大すぎる代謝の情報をギュッとまとめたのが今回ご紹介するメタサイクなんですね。じゃあ一体どんなツールなのか、その正体に迫っていきましょう。メタサイクっていうのは簡単に言うと生命の化学反応、つまり食べ物をエネルギーに変えたり体を作ったりする一連の流れを網羅しためちゃくちゃ信頼性の高い百科事典みたいなものなんです。このデータベースにはなんと3000を超える生命活動のプロセス、つまり化学反応のルートが記録されてるんですね。これはもう生命の全活動を網羅したとてつもなく巨大な図書館みたいなもんですよ。で、驚くべきはその細かさなんです。それぞれのプロセスを構成する2万以上もの個別の化学反応、つまり設計図のもう本当に細かい部分まで記録されてるんです。しかもこれ、お砂糖みたいな単純なものからもっと複雑な薬まで反応に関わる全ての分子が含まれてるんです。まさに生命の部品カタログですよね。じゃあなんでメタサイクはこれほどまでに価値があるんでしょうか。その秘密はデータの質に隠されています。このスライドがその違いをすごく分かりやすく示してますよね。多くのデータベースがコンピューターによる予測、つまり多分こうだろうっていう情報も含むのに対して、メタサイクは実験で証明された事実だけを扱ってるんです。ここが他のデータベースとはもう全く違う一線を画くポイントなんですね。このキュレーションっていう考え方、この例えを聞くとすごくしっくりきませんか？専門家が膨大な科学論文を一つ一つ全部読んで確かな情報だけを厳選する、このものすごく地味な作業こそがメタサイクの圧倒的な信頼性を生み出しているわけです。つまりこの丁寧なキュレーションプロセスがもたらすのは何よりも信頼と精度なんですね。だからこそ世界中の研究者が安心してこのデータを使うことができるわけです。さて、代謝データベースにはもう一つ有名なケッグっていうのがあるんですね。メタサイクの役割をよりはっきりさせるためにこの2つをちょっと比べてみましょう。この地図と設計図っていう例え、すごくわかりやすいと思いませんか？森全体を上から眺めたいときは KEGG っていう地図を、でも一本の木をものすごく詳しく分析したいときはメタサイクっていう設計図を、目的に応じて使い分けることがすごく重要なんですね。さて、ここからはこのデータベースというちょっと抽象的な話から、それが私たちの医療とか科学の現場でじゃあ具体的にどういうインパクトを与えているのか見ていきたいと思います。メタサイクの膨大なデータってそれだけでももちろん強力なんですけど、パスウェイツールスっていうソフトウェアと組み合わせることでその進化を発揮するんです。このツールを使えば生物の遺伝子情報みたいな生のデータからこんな風に視覚的で直感的に理解できる代謝マップを自動で作ってくれる、まさにデータに命を吹き込むツールですよね。そしてこれらがメタサイクがすでに医療やバイオテクノロジーの未来を形作っている具体的な分野です。がん細胞に特有の代謝を狙い撃ちしたり、患者さん一人一人に最適な薬を選んだりする上で、このデータベースはもう欠かせない存在になっているんです。では最後に、この強力なデータベースがこれからどこへ向かうのか、その次なるフロンティアについて見ていきましょう。そう、未来は AI との融合です。メタサイクが持っているものすごく高品質な事実のデータは AI が
新しい代謝経路とか診断方法を予測するためのもう完璧な学習教材になるんです。信頼できるデータがあるからこそ AI はその本当の力を発揮できるんですね。いやー、この技術がもたらす可能性って本当に計り知れないですよね。生命の根本的なメカニズムを理解して、それを操作する力を手にしたとき、私たち人類はそれをどのように使っていくのか、この問いこそが私たちの未来を形作っていくのかもしれません。